ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はガザニアの花を描いていこうと思います。ラッパ状に広がった花の描き方を説明しています。この描き方で花がとても立体的に見えます。最後までごゆっくりお楽しみください。まず真横から見た花です。横に1本直線のラインを引きます。中心となる点を決め、直線の両端からカーブしたラインを描きましょう。その点から上の直線に花びらを描いていきます。花びらの形は直線に沿わせるように描くので、先端があまり丸まっていません。額は花びらの集まった部分を囲むように描いていきましょう。少し斜め上から見た花は、まずとても薄い楕円形を描きます。そして先ほどと同じように中心になる点に向かってカーブしたラインを描きます。奥に見える花びらは楕円形の上の円周に沿わせるように描いていきましょう。手前の花びらは楕円形の下の円周に沿わせるように描いていきます。額は先ほどと同じ花びらの集まったところに描きます。さらに上から見た花は楕円形の幅を厚くします。花の中心となる点から楕円形に向かってカーブしたラインを描きます。その点から楕円形の円周に向かって伸びていくように花びらを描いていきましょう。手前の花びらは翻った花びらの先端が見えるように描いていきます。円周のラインに沿って外側に小さく花びらを描いていきましょう。少し見える花芯と額を描いて出来上がりです。もっと花芯が見えているように描くには楕円形を丸に近い形にします。中心となる点も楕円形の中にあるイメージです。その点から伸びているように花びらを描いていきましょう。手前の花びらの翻りは楕円の中央より下の部分から出ているように描きます。額は花びらに隠れ見えませんが、そこから伸びているように茎を描いておきましょう。葉は細長く伸びたイメージで描いていこうと思います。花びらはオレンジ色、黄色、白の絵の具を使いました。花芯に少し黄土色も使っています。葉は4色の絵の具を混ぜて作りました。お手持ちの好みの緑色を使っても良いと思います。花びらはフィルバートという平筆の先が少し丸くなった筆を使っています。オレンジ色を筆に取り、毛先に少し黄色をつけています。ストロークの途中から筆を回転させ、最後は細くまとまるようにすると良いでしょう。両横の花びらはまず筆を横にスライドさせています。最後は筆圧を抜くようにして細くなるように描いていきましょう。額は丸筆の2番に緑と白をつけ描いていきます。花びらの流れに沿うように描いていきましょう。茎は緑にオレンジ色を混ぜて描いています。少し斜め上から見た花びらの描き方は先ほどと同じ描き方で描いていきます。花びらの描き始めは楕円形の上の円周のラインに合わせましょう。手前の花びらの描き始めは楕円形の下の円周のラインに合わせます。花びらの色に違いが出るように毛先に白の絵の具をつけています。さらに上の方から見た花も
楕円形の円周のラインに合わせて花びらを描いていきましょう。手前の花びらを描く前に丸筆の2番で花びらの根元にオレンジ色の色をつけました。手前の花びらの翻りはフィルバート筆で小さくストロークします。楕円形の円周のラインを意識して描いていきましょう。花芯には丸筆の毛先をカットした筆を使っています。小さめのステンシルブラシを使っても良いと思います。黄土色、黄色、白の順番で色をつけていきました。さらに上の方から見た花です。花びらの先端は丸くなるように描いています。手前の花びらは花芯に集まるように短くストロークをしましょう。花芯は中央よりも下寄りになります。葉は平筆の10番を使って描きました。少し白を取り葉の色に変化が出るようにしています。最初は筆を立て、刃先の方で筆を寝かせ、また最後は筆を立てるようにします。ライナー筆で葉脈を描き、葉の出来上がりです。作品にはこの3つの花の描き方を使っています。作品が仕上がるまでをお楽しみください。